エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は2回目の焙煎の様子をお届けしたいと思います。前回の初回焙煎から数日経ち、我が家でもどんどんコーヒー豆を消費しており、ストックが少なくなってきましたので焙煎しようとしています。で、本当はですね、撮影をせずにガンガン焙煎しようかなとも思ったんですけれども、この焙煎機の状態もですね、お見せしたかったので、タイミングを見て2回目の焙煎も撮影することにしました。で、何を伝えたいかというとですね、いろいろあるんですが、今回は焙煎機の表面についてです。こちらの電動焙煎機を紹介した動画ではですね、焙煎機が届いたそのままの状態でお見せしました。で、ステンレス製ではあるんですが、特別ピカピカな綺麗な状態というわけではですね、最初からなかったですし、触るとですね、指紋も目立つ状態でした。で、今の状態がですね、1回だけ焙煎した状態になっております。ちょっと近づきますね。こういった形になりまして、たったですね、1回だけ焙煎しただけで結構ですね、焦げ付きが、発生していることがお分かりいただけると思います。ちょっと回してみますね。見えますでしょうかね。結構チャフが飛び出るときにですね、この穴から出ていて、そこの付近ですね、結構汚れているかと思います。こういった焦げ付きが発生するのは、仕方ないかなと思っています。かなりですね、高温で焙煎しておりますので、こういったですね、形で、穴のところが中心になりますけれども、焦げ付きというのが発生します。でですね、この表面部分というのはですね、私は気にしないことにしました。焙煎機を購入した段階からですね、ステンレスカラーの素材かつ高温で焙煎するということになりますので、表面の金属部分はですね、致し方ないと思っておりました。で、なるべくですね、綺麗な状態で使っていきたいなとは思いますが、綺麗を保つことよりもどんどん焙煎してですね、焙煎の技術力を上げていきたいなというふうに思っています。もちろんある程度ですね、清掃とかメンテナンスは当然するとしまして、表面についてはですね、何回も焙煎をしたことの勲章のように思っておくようにします。というわけで、経年によるですね、変化があることをお伝えしつつ、2回目のですね、焙煎を行っていきたいと思います。で、前回の反省点の中からですね、本日は3点だけ対策と、気をつけていこうかなという点をお話ししようと思います。まず1つ目がですね、火力ですね。火力はですね、前回ちょっとビビってですね、少し弱火にして、焙煎時間が長くなりすぎてしまいました。今回はアウベルクラフトでの焙煎時間と同様にですね、なるようにガスコンロのですね、つけたままの状態にしたいと思います。あとですね、こういった囲いというところもですね、することによって、ちょっと保温効果というのもあるかと思いますので、こちらもアウベルクラフトで使用しているものと一旦ですね、同じ設定でやってみようと思います。で、本当はですね、余熱などにも踏み込みたいんですけれども、まだまだ検討が足りていないので、今回は余熱の操作を行わずにいこうと思います。で、次に2つ目なんですけれども、温度計の部分ですね。温度計が前回、そもそものこの向きがですね、そもそも上下が逆で、この向きで見るべきものをですね、反対側につけていたので上下が逆になってしまっておりまして、非常に見づらくなっておりましたし、このドラムのですね、回転に合わせて、温度計も回転することによって、非常に見づらかったという反省点がありますので、これはですね、一旦ちょっとあり合わせのものでですね、固定できるかを今回試してみたいと思います。3点目はタイマーの操作をですね、忘れてしまわないようにするということですね。前回の第1回目ではですね、電動焙煎機に意識が行き過ぎていてですね、タイマー操作がおろそかになってしまっておりました。本日はちゃんとですね、操作をするという意気込みでおります。ただですね、いざ焙煎が動き出すとですね、結構焦ってきますので、忘れる可能性は残っています。で、ここはですね、他の YouTuber さんの方などがですね、紹介されている、ログモニタリング用のアーチザンなどのですね、ツールを使って対策
ですね、ログをですね、パソコン上に取っていくといったこともできるとは思うんですが、まだですね、機材は持っておりませんので、今後の検討事項としておきたいと思います。はい。では、いつも通りですね、250g で焙煎していきたいと思います。もうすでにですね、ハンドピックした状態の豆を用意しております。今日も、ブラジルショコラをですね、使っていきたいと思います。で、今日のですね、火力は、ガスコンロを押した状態そのままの、ものにしたいと思います。これは、アウェルクラフトでやってる火力とですね、同じ、火力になります。で、ドラムの回転は前回と同じ3にですね、設定してやっていきたいと思います。では、つけていきたいと思います。あとはですね、細かな改善としましては、茶風対策ですね。下にこういったアルミを引くことっていうのと、あとはもう少し細かいんですが、その、焙煎機をですね、置く位置ですね。前回ちょっと左右にどちらかにずれていた、火力がですね、真ん中ではないところだったんですが、今調整してですね、このドラムの真ん中に火が当たるようにですね、調整をしております。多分細かなところですけれども、毎回ですね、なるべく同じような再現性を作っていきたければ、同じようなですね、やり方でやっていく必要があるかなと思っております。今100度に達しましたね。はい、今14分半で201度ですね。また今回もちょっと時間がかかっている印象になります。もう少し早めに上げていきたいなと思うんですけども、まだ1ハゼも起こっていませんので。今1ハゼが起きましたね。205度で1ハゼですね、今回は。今回はタイマーも今のところ押せております。2ハゼですね。お、
な感じですね。まあ、ちょっと思ったよりは明るい、ライトな感じはしますけれども、まあまあ、飲めなくはないぐらいですね。多分やっぱりまだ特性をつかみきれていないので、あとはこの、いいなと思った時間で、排出したいんですけれども、その時のちょっとこの操作がですね、やっぱりちょっと戸惑ってしまいましたね。うまくここも、時間がかかることも承知の上だったんですけれども、アウベルクラフトでもですね、結構、穴を外してから、出すというところも時間がかかっていたんですが、今回はさらにですね、時間がかかっているように思いましたので、何かしらのですね、対策を取らないといけないかなと思っています。まあまあ、比較的そこまでムラもある状態でもないですし、ミディアムぐらいですかね。はい。こんな形で焙煎をすることができました。はい。先ほど焙煎が終わりましたが、またですね、いくつか気づいたことがありました。その中でですね、改善点とか、課題というところなんですが、まず一つ目はですね、こちらの温度計ですね。温度計を測っているとですね、途中でちょっと電源がですね、落ちてしまうという問題がありますね。多分タイマーなのか、30分で落ちるのかちょっとわからないですけれども、途中で電源が切れてしまうということが、あります。なので、ちょっとそちらの部分もですね、課題として感じておりますし、あとこれを載せていたこのプラスチックのケースですね。スマホなど置くケースなんですが、これもプラスチックでできているので、すごいこの熱の隣で置いておくにはですね、ちょっと溶けてしまいそうで、心配になるかなということが考えられますので、ちょっと温度計のところはですね、工夫が必要かなと思っております。で、あとですね、やっぱり焙煎時間が長くなってしまうということが2つ目には感じましたね。前回がですね、約19分20秒だったので、今回が1分ぐらいはですね、短縮できたんですけれども、もう少しですね、短縮したいなというふうに思います。なので、火力を強めるであるとか、予熱をするとか、あとは輻射熱でですね、この周りで暖かい空気を作るということで、今は上に蓋はですね、していないんですけれども、なるべく囲ってですね、熱をこの中で使っていきたいなということであるとか、そういったちょっと検討をしていきたいなというふうに思います。あとは先ほども説明しました通り、焙煎後のですね、豆の排出をですね、よりスムーズにしたいなというところになります。こちらも課題として考えております。はい、いかがだったでしょうか。今回は電動焙煎機を使って2回目の焙煎の様子をお届けしました。これからですね、どんどん使い込んでいけたらなというふうに思っておりまして、焙煎時のですね、設定情報などは毎回残していってですね、少しずつ改善していこうというふうに思っております。おそらくですね、次回、この電動焙煎機での焙煎紹介というのは何回目となるかは分かっていないですけれども、少しですね、自分の中で焙煎をいろいろと試したりしていこうかなというふうに思っております。また進捗もですね、撮影できるタイミングで行っていきたいなというふうに思います。はい、このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する内容をアップしています。エスプレッソのツールや焙煎動画も少しずつアップしておりますので、少しでも興味が湧いた方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。